どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム世界史ロスチャイルド家編大富豪ありがとうございます。さあやってまいりました。ロスチャイルドですね。なんかすごくね、なんかあったらもうロスチャイルドのせいでしょっていうかね。そういう話聞く時あると思うんですよ。都市伝説とかね。やっぱ大富豪が裏で牛耳ってんじゃないね。ロスチャイルドの仕業らしいよ。あの件ももうロスチャイルド噛んでるらしいよ。そういうお話聞いたと思います。で、よくわかんないっていう人もですね、何なのかっていうことですね、実際のお話で聞いてみようと。都市伝説しい人から聞くとですね、もうなんか怖くてしょうがなくなっちゃうから。ちゃんと勉強したいっていう方ね、今日ロスチャイルド知れます。はい。電子書籍で読んでみます。富の王国ロスチャイルド。ね。絵がちょっとポップですけどもね、富の王国ロスチャイルドですよ。一体いつ頃からすごい人たちなんだろうかというのと、他にもなんかロックフェラー財団とかね、なんか聞いたことありますよね。ロックフェラー家もすごいよとかね。じゃあ他にもそういう大富豪っていうの並び称されてるのはどこなの？そこも含めてざっと勉強していきたいと思いますね。なってみたい大富豪ね。一部で私もね、もしかしたら上級国民じゃないかと言われてるんですけれども、なってみたい。はい。ロスチャイルド家。はい。まずは世界三大財閥って言葉があるらしいんですね。はーと。ね。日本にも財閥ありますよね。でも世界三大財閥というのはですね、ロックフェラー家出ましたね。で、モルガン家。JP モルガンって企業ね。アメリカとかあるでしょ。モルガン家ってあるんですよ。そして、ロスチャイルド家。この三つはですね、いわゆる19世紀の覇者なわけですよ。昔からの貴族ではない。19世紀に大ヒットをしたアメリカ、ヨーロッパです。ほー、なるほどと。ロックフェラー家っていうのはもともといろんなね、食品販売とかしてたんですが、石油がこれから来るぜっていうところで、いち早く目をつけてですね、ロックフェラー家が石油の採掘をみんながしてる間、そっちじゃないって言ってですね、石油の生成、貯蔵、輸送に特化した企業、スタンダードオイル社作ったわけなんですよ。そっちなんだと。だから言ったらゴールドラッシュでみんなが金が出るぞって作ってた時に、ね、その金を掘る人たちのための服、ね、デニム、ジーパンを作ったリーバイスっていうのはね、カリフォルニアでものすごい富を出したというようにですね、石油を掘ってる人たちが掘った後の供給を安定してやろうということで作った会社で一財を成したのがこのロックフェラー家なんですね。そこから不動産とか抑えて、ニューヨークマンハッタンにロックフェラーセンターというね、バカでかいビルを建てると。そういうロックフェラー家、ね、ロックフェラー財団とか言ってですね、いろんな慈善事業とかそういう活動もすると。慈善活動もすると。だからもうこういう三大財閥ね、慈善活動とか、そういう政治活動とか、そういうことも行います。はい。ロックフェラー家、他にもモルガン家だね。これもアメリカ。このアメリカでのモルガン家はやっぱり金融なんですね。JP モルガンもまさにそうですよね。金融、そして鉄道。ここキーワードですね。実はこのアメリカ版ロスチャイルドがこのモルガンなんですね。で、ロスチャイルド家はいわゆるヨーロッパにおけるそれなんですよ。金融と鉄道の王なんですね。ですからまさに19世紀の時代ですね。金融、ね、銀行業とか株とかそういうものが発達した。さらに鉄道が敷かれて移動の行き来がしやすくなり、さらにはそこの時代から石油までと。ね、自動車が発達する石油までということで、この時代間の覇者であるよということを覚えておいていただきたいと。そうじゃないとですね、もう遥か昔からみたいなね。特にね、なんでこのロスチャイルド家、すごく特に都市伝説に使われるかというと、このロックフェラー、モルガンっていうのがアメリカであるに比べて、このロスチャイルド家、ヨーロッパ、その中でもユダヤ人なんですね。なのでもうこの都市伝説にはもうロスチャイルド家もううってつけということですね。ユダヤといえばもう一番ね、歴史古い一神教ですね。ユダヤ教がありますからね。そのユダヤ教の頃からね、いろいろ迫害を受けての歴史、ね、旧約聖書の歴史、ね、その歴史を経てのロスチャイルド家だから、なんだかすごい歴史がありそうでしょ。でも実際問題はこの19世紀の覇者としてのロスチャイルド家だということを覚えておいていただきたい。で、なんとか家、これ面白いのが、財界での、この華麗なる一族なんですよ。
で、そうじゃない、いわゆる王家での華麗なる一族。王様にたくさんなりましたで言うと一番有名なのはハプスブルグ家ですよね。もうここの皇帝もここの皇帝もでおなじみのハプスブルグ家。ね。他にも芸術、これはルネッサンスの時とかにね、あの芸術家もプッシュしてたのがメディチ家とかね。これも世界史で出てきましたね。だからこういうですね、人たちとはちょっと異なるグループである。19世紀の財界の華麗なる一族であるということがご理解いただけたと思います。その栄枯盛衰と実像について今日は迫りたい。ね。だから都市伝説をね、こうわーっと言ってこられて、これはロスチャイルドなんだよって言われた時にですね、ロスチャイルド話でパーンと、でも正確にはとかって言って返すとですね、非常にかっこいいですね。そうやって返していきましょう。都市伝説に対して事実はこうだとか言ってみましょうね。その始まり、どこかね。ユダヤの人だから、どこなんだろうと思いきや、これ神聖ローマ帝国、いわゆるドイツなんですよ。はーと、ね。神聖ローマなのにローマがないっていうのでおなじみね。イタリアのローマ欲しいですって言ってね、攻めてくるという。私世界史でね、東京ディズニーランドだけど東京じゃないということで、エレクトリカルパレードで東京タワーを攻めてくるというね、そういうお話ししたと思いますけれども、そういう戦争をよくやってました。神聖ローマ帝国、ドイツなのに神聖ローマ。だからローマが欲しい、イタリア攻めちゃえって。まあ、おなじみの神聖ローマ帝国なんですけど、そこのフランクフルトね、今のドイツですよね。そこにですね、初代がいるわけです。それがマイヤーさんですね。マイヤー・アムシェル・ロートシルト。このロートシルトっていうのがですね、いわゆる英語発音にするとロスチャイルド。だからドイツ語発音でロートシルトなんですね。ロート、シルト。これどういう意味か。赤い表札っていう意味らしいんですよ。ねえ。この時にやっていた店に赤い看板がかけられてた。その赤い看板でずっと店をやってたんですね。これ、お金関係のですね、商売。でも、もともとはずっとこじんまりしてたんですよ。このフランクフルトのですね、ゲットーというですね、ユダヤ人居住区というですね、やっぱり迫害も受けてますから、かなり狭いところにですね、ぎゅうぎゅうに住まわされていた。そこで、細々と、お金関係の仕事をして、お金関係って言ってもですね、このマイヤーさんがやってた仕事っていうのは、古い硬貨、メダルとかを、それは古銭ですよね。その古いメダルとかを、もう一度ですね、これはこういう言われがある、歴史があるっていうカタログにですね、直してですね、カタログに書いてですね、それをお金持ちにですね、コレクションとしてどうでしょうか。そういうですね、古銭商をやってたんですよ。意外ですよね。いきなり金融とかお金を貸してたわけじゃないんです。もともとはこじんまりとした商売をやっていた。はい。そういった商売の看板が赤い表札でロートシルト。これね、赤い盾って訳してる文献があると思うんですけども、正しく赤い表札らしいんですね。レッドシールドではない。赤い表札という意味らしいんですね。だから店の看板をですね、屋号みたいなね、赤看板屋みたいなね、赤看板屋のマイヤーですっていう、その赤い看板っていう意味なんですよ。ロスチャイルドっていうのは。なんかロスでチャイルドだからなんか子供がなんかロスしてんのみたいなね。なんとかロスみたいなね。なんかそういうのではないと。ロスしたチャイルドではないよと。そういう発音なんだ。ね。で、このマイヤーさんがすごいのは、これなんで初代って言われてるかというと、この躍進のですね、第一歩になったんですね。商売が当たった最初の人がこのマイヤーさんなんですよ。マイヤー・ロスチャイルドがですね、当てるんですね。何で当てたか。その古いメダルをですね、なんですか、リストにして、カタログにして、売るんですけども、その売り方なんですね。実はその当時、ようやくヨーロッパで郵便制度が整ったわけなんですね。そのカタログを貴族のもとに届けてですね、そしてそれを、注文を郵便で受けて、発送を郵便でする。メダルですから、コインですから、そんなに郵便にかからないわけですよ。つまりこれね、今で言うと、ネット通販。これをやり始めたってことなんですよ。はーと。それまでは店に来てくださいね。売りますからというやり方だったのが、カタログ通販。ね。
今でもありますよね、カタログ通販ね。何ですか？なんかディノスとかね。なんかカタログ通販ありましたよね。でもそういうカタログ通販が一気に隆盛をこう、終わらせていったのはネット通販ですよね。今だったらもうアマゾンとか楽天とかで買ってしまう。その前はなんかポストに分厚いカタログが届いてて、見ながらこれ頼んじゃおうかしらとか、テレビショッピングだったらテレビショッピングで買っちゃおうで電話しちゃおうかしらとか、そういう新しい流通のシステムね。ジャパネット高田っていうのはこれ、テレビショッピングの時代の王者ですよね。ね、そのカタログ通販の時代の王者。そのカタログ通販の先駆けとなったことをやったのがこのマイヤー・ロスチャイルドなんですよ。お金持ちに、こんな歴史があるんだ。じゃあこれはなんか過去、あの時代だったらいいな。マニアなお金持ちにその古銭をですね、通販で売るというのをやり始めて、お金を儲けました。そこからですね、お金を儲けるのがうまいやつということで、いろんなですね、そのお金の運用とかを貴族に任されるようになってって、金融業に入っていく。ただこのロスチャイルドの大ブレイクはこの初代マイヤーの頃ではないんです。なんとこのマイヤーがですね、めちゃめちゃ子供いっぱい作るんですよ。それが5男5女。すごくない？カジサックさんもびっくりですよ。ね。カジサックさん本当ね、今5人目はもうおめでとうございます。本当にね。5人生まれてますけども。5男5女と言ったら計10人ですから。大家族。ビッグダディです。はい。完全なるビッグダディ。ね。このマイヤーさんが5男5女を産みまして、そのうちのね、事業をやらせるのは男だけ。そういう家訓を残してですね、5人の男の子に事業を継がせるんですね。まあそういう時代ですよね。まあ今だったら別に女の人がビジネスやったっていいじゃないっていうことがあると思うんですけど、この時のね、この時代なんでしょうね。ビジネスは男がやれ、男が継げ、5男生まれた。さあ、長男アムシェル。ねえ。さっきね、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドってなんですけどね、長男は愛着が湧きすぎてですね、アムシェル・マイヤー・ロスチャイルドというですね、自分の名前を逆にしただけっていう、名前を付けました。はい。ややこしいんですけどね。ただもうそこで訳して、もうアムシェルとしました。で、次男がザロン、三男ネイサン、四男カール、五男ジェームス。この5人にですね、金融業をやるのだと言って、銀行業をやらせた。だけではなく、なんとこの5人をですね、各地に送り込んだんです。ヨーロッパの。それがイノベーションなんです。5人の子供に同じ仕事をさせるんですが、ヨーロッパの5カ所に置くんです。それも超重要拠点。まず長男は本拠地フランクフルトですよね。ドイツですね。次男にはザロモンはウィーン、オーストリアです。こちらも大きい国ですね。オーストリア。ハプスブルグ家が牛耳っているオーストリアです。そして三男姉さんはイギリスのロンドンに行け。そして四男カール、お前はナポリだ。そしてナポリ、イタリアですね。で、五男ジェームズ、お前はフランス、パリだ。ということで、ドイツ、オーストリア、イギリス、イタリア、フランスにですね、全員がチリチリに飛び行くっていうですね、とんでもない作戦をした家族なんですよ。すごくないですか？これ。しかもですね、その土地柄に合わせてですね、性格を見てですね、こいつは激しいから、スピード感のある街に行け、ロンドンとかね、お前はちょっと今穏やかなやつだから、少しこう伝統のある街に行け、パリ、ジェームズとかですね、なんかそういうですね、性格を見ながら送り込まれた5人の息子たち。これが通称のね、5本の矢と言われるようになるんですね。面白いですね。この5本の矢、後々このロスチャイルド家を象徴する紋章にも使われてくるようになるぐらい、ここの5人がですね、キーワードになってくるんですね。5人いいですね。ローマ帝国の五検定ってやりましたけどね。フランクフルトのアムシェルとかね、ザロモンはウィーンとかね、そのネイさんがロンドン、ナポリのカール、そしてパリのジェームスと。この5人がですね、送り込まれてどう連携を取ったかというとですね、実はこのロスチャイルド家すごいのが、情報網がむちゃくちゃ良かった。情報戦だ金融はということをものすごい分かってたんですね。お前たちは毎日手紙を出し合えっていうわけですよ。毎日その国その土地の政治や経済の今の生の情報をですね、兄弟同士送り合うんですね。すごくないですか？これも郵便をうまく利用してるわけですよね。その中でも
郵便だけじゃなくて、ね、馬車による郵便があったんですけど、遠い時は馬車による郵便、近い距離なら伝書鳩、そしてもっと遠かったら船、鳩、馬、船、全部使って、とにかく毎日毎日情報を交換するって言うんですって。はあ、すごいですよ。だから、もうね、今みたいにネットで何でも情報が手に入る社会じゃないですよ。見たものしかわからないんですよ。口コミしかできないんですよ。なのにどうですか、この5箇所。超重要拠点から毎日毎日メルマガが届きますという、とんでもない意識高い系ですよ。すごいですね。その上でですね、このロスチャイルド家たるもの、教育だ。ね、ここの教育にものすごい気合を入れた。ね、何をしたか。まず、このロスチャイルド家はですね、もうこのマイヤーからですね、意識を変えようってですね、教育、必ず家庭教師つける。ね。家庭教師とつけて、しかもこれ、5カ国語を習わせる。この情報ですね。この時はですね、郵便のシステムでもですね、まだ途中で情報が盗み取られるということよくあったんですって。郵便のですね、便箋をですね、パッて開けられてですね、中見られて、チェックされる。そういうの頻繁にあった。だけど5カ国語を駆使してるんです。もちろん英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、そしてヘブライ語。ユダヤの言葉ですね。ヘブライ語とその4カ国語をうまく混ぜて使うことによって、情報が盗み出されないというですね、もうほぼスパイ教育です。完全なるエリートスパイ養成教育をですね、家庭教師をつけて5カ国語習わせてですね、お前たちは現地5カ国に飛べて、どうしたんだと。どういう子育てをしてるんだと。恐ろしいです。考えたこともない。ね。でも日本史でも出てきませんか、この5本の矢。ね。3本の矢って話聞いたことありますよね。毛利家のね、3本の矢。ね、お前たちはね、1本だと折れてしまうけど3本だと折れないんだ。3本の矢。あのお話って、ヨーロッパで大昔にあった話なんです。お前たちは協力して5本の矢となれと言われるんですね。後にこの、ロスチャイルド家ですね、ウィーンのハプスブルク家、ね、ウィーンにもいますから、ハプスブルク家とも密接につながることによって、ハプスブルク家から爵位をもらいます。高校博士団の男爵の爵位、貴族になるんですね。だからマイヤーの頃はね、ゲットーにいた一、古戦省のね、通販のユダヤ人だったのにもかかわらず、迫害を受けたに至りもかかわらず、貴族になるわけですよ。ね、そのハプスブルク家から許された紋章が5本の矢を模した紋章をいただくというですね、躍進を遂げます。そして、ものすごく、この時代の貴族に特徴的なことをやるんですが、それが結婚です。掟の中でですね、いろんな掟が言われます。それは、長男が家督を続けとかですね、事業をやっていいのは男だけだとか、いろんなルールがあるんです。その中でも最も特殊なルールが、一族の中で結婚を続けろ。これだったんですね。いわゆる同族婚ってやつなんですね。これは、今で言うと、あまり近いところで結婚するとですね、医学的に、遺伝的に、もちろん後にですね、支障をきたしてくるということが明らかになって、あまり推奨されてません。はい。なので、これはですね、初代から3代目まで、医学がですね、そこで明らかになるまでは続けられてました。もちろんこのハプスブルク家とかもそうでしたね。これはですね、なんでか言うと、家がいっぱい混ざることによって、どんどんですね、その財産が、外に出ていってしまうというのを閉じるということと、一族への連帯感をものすごい増させるっていう、その2つの意味で、やっぱりものすごいお金と権力を持ち出した貴族はですね、よそに分けたくないという気持ちがあるんでしょうね。同族の中で結婚。だから、長男の娘と結婚とかね。はい。兄さんの娘と結婚とか、それ全然あるわけですよ。ね。いとこと結婚とかね。おじさんの娘と結婚とか、そういうことをやっていくと。ね。こういうことによって、この基盤ができました。はい。金融、ご都市、情報交換、教育、そして同族婚。これによってできた基盤で大ブレイクしたのが19世紀。躍進の時を迎えます。この時はまだね、19世紀前半の頃でしたよね。そこから19世紀になってですね、何で銀行業が爆発するか。戦争なんですよ。この19世紀、すべてはロスチャイルドのものである。こんだけ光ってたのに何で変わるか。第一次世界大戦なんです。
伝説のユダヤ華麗なる一族だったわけですよ。ここにナチスは目をつけたんですね。そして陰謀論、そうここなんですよ。